高速鉄道を作れたなら大成功なのだ。開業後も請求書が届くの？開業式だけを見れば夢のような成功に見えるでしょうね。安くて早くて国も発展するなんて完璧な買い物なのだ。ずいぶん幸せそうね。ではお祝いはここまでにしましょう。急に声が冷たくなったのだ。まだ祝杯の途中なのに。列車は走り始めた。でも支払いまで終わったとは限らないわ。完成して引き渡されたならもう大金はいらないはずなのだ。追加工事、借入金の返済、ホスト更新、請求書は続くのよ。嘘でしょ？線路より長い請求書なんて聞いてないのだ。列車には終着駅がある。でも負担の期限は別の話だわ。まさか安かったのは契約書を開いた瞬間だけなの？その疑問こそ本題よ。安値が何を含むのか現実を見なさい。本体だけ安く見せて後から必要経費が並ぶ感じなのだ。そう単純とも限らないわ。だから費用を分けて確かめるのよ。まず計画発表から事業者選定、契約、用地取得、建設、試運転、開業、運用まで並べるわ。各段階で予算や工期がどう変わり、その理由が公表されているかも追うのよ。最初と最後の数字だけでは途中で何が起きたか見えないでしょう。一本の線路みたいに出来事を時系列で見るのだな。途中だけ切り取ればどんな計画でも都合よく見せられるもの。最初の見積もりと今の支払い額を比べれば十分じゃないの？不十分よ。通貨、基準年、対象区間を揃える必要があるわ。同じ数字に見えても中身や時点が違うことがあるのだ。資料名、公表日、対象範囲まで見て初めて比較になるのよ。建設費だけでなく土地、駅や変電所などの付帯工事、借入金の利払いを分けてみるわ。車両費を含むのか、設計変更や物価上昇をどこへ計上したのかでも総額は変わるの。ひとまとめの数字ではどこに負担が生じたか判断できないわ。車両や設備の更新費も最初の値札とは別に来るの？契約の範囲次第よ。確定費用と将来の試算も混ぜてはダメ。建設済み区間と延伸予定まで足したら数字が膨らむのだ。だから延伸を本体の超過費用と決めつけず別項目で示すの。数字を足す前にそれが何の請求なのか確かめるのだな。ようやく理解したわね。雑な合計は雑な結論しか生まないわ。次は誰がどの財源でいつまで払う設計かを見るのよ。事業会社の負担と政府の負担は同じ財布じゃないのだ。借入条件や保証の範囲でも国家が負う危険は変わり得るわ。安い本体価格だけ見て長いローンを組む感じがしてきたのだ。国家財政と家計は同一ではないけれど入り口の比喩にはなるわ。短い任期ほど早い開業と見栄えの良い提示額は魅力的なのよ。私はネモ、複数の保守現場をまとめた架空の人物です。実在人物の証言ではなく一般的な業務を統合した再現だわ。ネモさん、開業した後はたまに車両を直せばいいの？線路を引けば終わりじゃない。そこから毎朝安全を作り直す。毎朝って保守は故障した時だけじゃないのだな。車輪、ブレーキ、扉、空調、車両だけでも確認箇所は多い。しかも維持するのは客席のある車両だけではないのよ。信号、電力設備、線路、検査機器も安全を支える仲間です。乗客から見えないものばかりなのに全部お金がいるの？見えないから不要だと思うなら暗闇で列車を走らせる気かしら。それは怖いのだ。信号にはきちんと働いてほしいのだ。働かせ続けるには検査、清掃、調整、交換の計画がいります。部品ごとに寿命も点検周期も違いますし、異常の兆候があれば予定を前倒しすることもあります。列車を止められる時間は限られるので人員や工具まで先に揃えなければなりません。安全は完成品ではないわ。毎日の作業で維持する状態なのよ。保守費は玉の修理代じゃなく毎日の参加費なのだな。交換部品が届かなければ整備の予定は簡単に崩れます。壊れてから注文すればいい。では遅いこともあるの？特殊部品には製造と輸送がいる。予備品の管理も仕事です。海外調達なら為替や物流条件が費用を変える場合もあるわ。部品代だけでなく届くまでの時間まで負担になるのだ。専門技術者も急には育ちません。教育と経験に時間がいります。設備を変えば扱える人材まで箱から出てくると思ったの？やめれば収入が減る。でも走らせるなら整備費が必要です。休ませても苦しい、走らせても支払いが続く板挟みなのだ。利用者を運ぶほど日々の点検から逃げられなくなるのよ。運行本数、予備車両、人員配置を毎日組み合わせて考えます。点検で1編成を外すなら代わりに何を走らせるか決め、作業員の勤務や部品の在庫も確かめます。一本の遅れを防ぐ裏側でいくつもの予定を同時に動かしているんです。安く買えた喜びが整備計画までは作ってくれないのだ。初期価格を下げても運用能力まで安く育つわけではないわ。誰かを責める前に設備、人、部品、資金の条件を見てください。でも
日本式は最初から高いって聞くし、安い方が得なのだ。まだ入り口の値札へ逃げるのね。少し静かに考えなさい。さっきまで警告音だらけだったから、静かな駅が怖いのだ。高いか安いかはどこで計算を止めるかで変わるわ。建設が終わったところで計算まで止めたらダメなのだな。購入価格の隣に保守、更新、教育、資金調達を並べるの。稼働率や安全まで含めると値札の見え方が変わるのだ。それが長期の総費用を見るライフサイクルコストの発想よ。高いものが必ず得でも安いものが必ず損でもないのだな。その通り、比較条件を揃え数十年の役割で判断するのよ。この列車に乗れば3分もの乗り換えにも間に合うのだ。到着する前提で予定を組めることを当然だと思っているのね。時刻表に書いてあるから来るのが普通じゃないの？帝国は自然現象じゃないわ。人と金で毎日作っているのよ。駅の時計が勝手に列車を呼んでいるわけじゃないのだ。利用者の平穏は見えない準備を積み上げた結果なのよ。利用者が眠る時間にも線路や電力設備は点検されるわ。昼に走るための仕事を夜のうちに積み上げるのだな。限られた作業時間へ人員、道具、手順を準備して入るのよ。作業を始めてから工具を探していたら間に合わないのだ。点検結果を記録し次の判断へ渡すことも保守の一部だわ。誰が見ても状態を終えるように履歴を残すのだな。壊れてから直すだけでなく故障前に交換する考え方もあるわ。まだ使えそうな部品を変えるなんてもったいなくないの？故障時の影響と交換費用を比べ計画的に判断するのよ。安さだけで交換を遅らせれば別の損失が増えるかもしれない。状態監視や予防保全にも機器、人材、記録が必要だわ。何も起きない日にもお金を使った理由があるのだな。運転士も保守員も設備を渡された瞬間には完成しないわ。通常運転だけ覚えればひとまず十分じゃないの？異常時の判断、連絡、避難まで訓練で備える必要があるの。めったに起きない事態のためにも時間と費用を使うのだ。その準備があるから利用者は平穏を当然だと思えるのよ。調達では価格以外の評価項目が示される場合もあるわ。安全性、互換性、保守支援、納期も比べるということ？公式発表で確認できた項目だけを同じ条件で読むのよ。政治的ないと資料なしで勝手に決めたらダメなのだな。日本式を神格化するのも禁止よ。弱点も一緒に見なさい。高い初期費用は導入する側にとって現実の負担になるわ。日本で使える仕組みをそのまま運べば成功ではないの？気候、地形、制度、需要、既存設備への適用が必要よ。技術移転や保守契約も現地の人材と結びつくのだ。品質の高さだけ唱えても運営能力と合わなければ続かないわ。結局国籍やメーカーだけで勝敗は決められないのだな。当然よ。肩書きではなく契約と運用条件を解剖しなさい。発注時には需要予測と資金計画を最初に確かめるのよ。予想より利用者が少なくても返済と保守は続くし、多ければ増便や設備増強が必要になるわ。楽観的な一つの数字だけでなく複数の想定で収入と支出が耐えられるかを見るのよ。乗る人がどれくらいいるかで運賃収入も変わるのだ。次に保守契約、部品供給、技術移転の範囲を見るわ。車両を買った後誰が何年支えるのか確認するのだな。さらに更新費よ。設備は永遠に新品のままではないもの。最初の建設費だけで30年を語るのは無理なのだ。金利や延伸も含めれば評価が変わる可能性はあるわ。ただし将来損失や債務不履行を資料なしで断定はしないわ。可能性と確定した事実をきちんと分ける必要があるのだ。安さとは契約書の1行か30年分の総額かしら。安全と帝国を守るなら維持費も覚悟して払うのだ。立派ね。では今スマホで何を検索しているのかしら。切符を最安値順に並べているだけなのだ。これは別腹なのだ。あなたなら最初の安値と30年後の総額どちらを見る？答えと理由をコメントで教えてほしいのだ。次回は需要予測が外れた巨大インフラと空席の費用よ。請求書の終着駅まで見届けたい人はチャンネル登録をお願いするのだ。